どうも、リレスです。どうも、ノロです。さて、カーリアの上官には、王家の月見城と呼ばれる場所があるよね。はいはい、まん丸な浅い池をぐるっとたくさんの椅子が囲んでいる場所ね。日本ではかつて、文化人や貴族たちが池に船を浮かべて、天上の月と水鏡に映る月のダブルな風流を楽しむお月見があったらしいね。あそこも、そういう場所っぽい感じはするよね。ということで、実際にあの場所でお月見をしてみたので、その映像をご覧ください。いやいや、お月見っつったって、狭間の地の月は微動だにしないし、確かあの場所からは見えなかったような。確かに、そうだね。ただ、物は試しに見てみてよ。これは日没後の月見城だよ。しばし早送りで、見ていこう。当然ながら、暗くて影ができないね。空に太陽がないんだから、そりゃ影もできないわよね。そうだね。じゃあ、このまま少し見てみて。で、あれ？ちょっと待って、なんか光が差して、しかも影がむっちゃ動いているわ。夜中に動く光源が？これ、何の光？どっちの方角にあるの？この時に、空を見上げても別に何も見えないよ。ただ、影の向きから逆算すると、南西の定位置に深夜突然光源が姿を現したことになりそうだね。カーリアの上官から南西方向？黄金時でも、動かない月でもないし、どういうこと？で、ちょっと、まさか、水面になんか映ってきてない？気のせい？そうだね。主人公の影の長さや向きにも注目しながら、このまま水面を観察してみようか。なるほど。これは完全に謎の光源が水面に映っているわね。影の長さや向きと噛み合っているわ。この光源、移動しているみたいだけど。そうだね。この深しの光源、影の星は南西に出現し、北東へ向かい消えていくんだ。月見上の水面に現れる見えない月。さては、これが暗月とか黒い月とかそういうやつね。そうかもしれないね。ただ、今の話だと、そう思っても仕方がないけど、実は、この光源は別にこの場所にだけ現れるものじゃないんだ。狭間の地の東西南北、海や湿地などいろんな夜の水面で調査したんだけど、どこでも映ったよ。そうなんだ。いやでも、夜の光源といえば、やっぱり月じゃない？ただ、補足しておくと、真珠塔の頂上とか王を待つ礼拝堂だとか、いくつかの場所で観察をすると、24時間頭上から光が差し、床に影があり続けるんだ。つまり、光源がそれらの位置より低い位置に落ちることはないみたいだね。あれ？太陽って沈んでいないの？そもそも太陽が沈んでいるのって勝手な先入観だったっけ？それじゃあもはや影の星とかじゃなくてずっと太陽が上空でうろうろしているってことにならない？ただそれと同時に硫酸境界の夕日とかミケラの聖樹の朝日だと太陽は水平線に沈んでいるようにしか見えない気がするかな。実際に大概の場所では光源が落ちていった後光が途切れて地面に影ができなくなる時間がある程度存在するんだ。硫酸境界ってかなり水面に近いわよね。あんな水面に近い低地からは水平線に沈んでいくように見える光源が真珠塔の頂上よりも上にあるってこと？そんなことありえる？実はそれは単純な問題なんだ。同時刻でも真珠塔の頂上と硫酸境界からでは光源の位置や暗光パターンが全く違うんだよ。おいおいおい、話が混沌としてきたじゃないの。どういうことなの？狭間の地なんて狭い島なのに場所によって光源の見え方が違うの？そりゃ、世界の大きさによってはある程度は角度に違いが出るかもしれないけど。いや、そういう次元の違いじゃないんだ。現時点では8種類プラスアルファの運行パターンを見つけたよ。地理的な距離が離れていても同じ運行パターンの場合もあるし、逆にローデイルの城壁の外と内だとガラッと運行パターンが変わったりと法則性はかなり複雑そうだね。光源が一瞬で真逆方向に折り返したり、一つの位置に7時間30分もの間停止するパターンもあったり、パルムアスラでは常に東に光源があり微動だにしないし、調べれば調べるほど、狭間の地がいかに狂っているのかが分かってきたよ。細かいパターンの説明や調査方法については後から話すね。それを調べたやつも大概な気がするけど、狭間の地って本当にどうなってんの？わからない。ただ、全体的に光源が朝と夕方に遠ざかり、真昼と真夜中に近づく傾向がある。というのは事実だね。そこで、何種類もの光源の運行パターンがある。という狭間の地の現状を思うと、解釈が違ってくるポイントがあるんだ。まず、各地に点でバラバラの方向を向いた日時計みたいな装置があるよね。確かに日時計ってものに、影とその光源を観測する装置だし。なるほどね。場所によって光源の運行がバラバラなら、その観測装置の向きがバラバラなのも当然ということになるのか。あの装置で入手できる、成功のかけらだけど、それを扱っている人物といえばカーリアの魔術教授セルブスだよね。そんな彼が身につけている星の運行が描かれたというカーリアの魔術教授の大帽子のつばはこんな感じ。同じような見た目の星の運行パターンが何種類も描かれているけど、この星って太陽みたいじゃない？まあ
どの星かと言われると明らかに太陽っぽい描き方ではあるわね。カーリアで太陽なのかという違和感はあるけど。そうだね。仮にこれが太陽だとすると、これは太陽の何種類もの運行パターンを描いた図だということになる。何種類もの太陽の運行パターン。それってまさに狭間の地での意味不明な光源の運行じゃないの。魔術教授たちは日時計みたいな装置によりこの唾に描かれた光源の運行パターンを導き出したということ？そう考えると綺麗に辻褄が合うんじゃないかな。先にも話した通り、狭間の地の太陽は必ずしも沈んでいないというのは天体観測をすれば明確にわかることだね。つまり太陽は空中をうろうろし続けていることになる。そして地球球体説や地動説において動いているのは地球であり太陽じゃない。逆に言うとこの魔術教授の図というのはいかにも地球平面説や天動説らしいと思うんだ。地動説と天動説、それでも地球は回っているのやつ？視聴者さんの現代世界において地球球体説や地動説は常識だと思う。地球は太陽の周りで自転と公転をしている。だからこそ地上から見える太陽の運行は地平や水平に沈んでいき、夜中にぐるりと裏側を一周してきてから翌朝に沈んだのと逆方向から昇ってくるように見えるという仕組みだね。なるほど。それじゃあ同一の光源が延々と頭上をうろうろし続けている狭間の地はどういう形をしているのかしら？そもそも普通に暮らしている世界が常に超高速回転をしながら浮かんでいる球体だなんていうのは理論上はともかく感覚的にはかなりぶっ飛んだ世界構造だよね。当然といえば当然ながら感覚的に想像がしやすい地球平面説や天動説が東西問わず古い時代の主流だったんだ。亀の背中の上だったり空に天雷があったりとか多少の個性はあっても要は平たい円盤状だったり半球状の世界の上を太陽や月がうろうろ動き回っているという考え方だね。そんな中でもこれは世界最古とされるバビロニアの世界地図で外周が海に囲まれたやはり平面で円盤状の世界を描いてるものだね。ところでこの石板って見覚えがないかな？石板といえばヒゲじいさんの石像の石板とそっくりじゃないの？そうだね。あとは過去の神話考察動画でも紹介した話だけど地底の石碑には牛が丸いやつを背負っている図が描かれているよね。イスラムの宇宙観ではこのように描かれるように巨大なメスシクザタが円盤状の世界を背負っているとされているんだ。細かいようだけど円盤というか玉を背負っているように見えるわね。そうは言っても円盤を横から分かりやすく描くのは難しいでしょう。逆に上から描くと牛の描写が分かりがたくなるし牛だけは横から痙攣世界は上からの描写を混ぜ合わせているということになるね。紛らわしいけどこれも円盤状の平面世界を描いたものなのね。でもなるほど、古代の地球平面説の世界観を表した図像が作中に複数登場しているので何の意図もないと考える方が無理があるかも。あとは今紹介した2つの平面世界でもそうだけど基本は周囲は海に囲まれていると考えられがちだね。ならばその海の端っこはどうなっているのか？これにはいくつかのパターンがあるんだけどよくあるパターンだ。海の端っこは滝になっているという考え方だったんだ。だが実際の球体とされる地球の海には滝なんて存在しない。滝のように見えるというのを売りにしている観光地は存在するけどあれはそう見えるだけなんだ。海に滝、そういや狭間の地にはあるわね。別に世界の端で果てしない深淵に落ちているとかじゃないけど今の流れだとそういう匂わせにも思えてくるわ。そうやって考えてみるとこの時計の描かれ方の解釈も違ってくるんじゃないかな。朝と夕方に天体がやたらと高い位置にあり枠外まではみ出しているという独特な描かれ方だね。天体が外にはみ出しているか。狭間の地で太陽は必ずしも沈んではいないとはいえ上に登っているわけでもないしこんなもんどうやって解釈するのよ。地球球体説において太陽や月とは水平や地平で沈んだり登ってきたりするものだね。しかし平面説においては基本的にそうじゃない。もっと単純に上空を移動し近づいたり離れたりするだけのものなんだ。近づいたら朝になり昼になり離れたら夕方になり夜になる。まあ確かに真っ平らの世界でその上を太陽や月がうろうろしているんだったらそういうことになるわね。近いか遠いかが一日のサイクル。これは天体を真上から見下ろした図だと解釈できそうじゃない？上からどういう意味？狭間の地では光源の運行パターンが多すぎてこの時刻に光源はこう位置するはずだというのは明言できない。ただ先にも話した通り全体的な傾向としては朝から昼にかけて光源は遠くから近づいてきて昼から夕方にかけて遠くへ離れていき夕方から夜にかけて再び近づいてきて
夜から朝にかけて離れていくのは共通点なんだ。そう考えると、枠外にはみ出している朝夕は光源が遠くに離れている時間で、それらの中間は近づいている時間ということか。もしかして、この時計の中心部分が狭間の地っていうこと？真上から見下ろした図ってそういうこと？そうそう。朝に天体は、外から中央の狭間の地に近づいてきている。日中にさらに近づく。そして、夕方に天体は狭間の地から外へ離れていっている。でも、真ん中の建物とかは明らかに横から見た描写だけど、まさか、さっきの巨大牛のパターン。そうだね。中央の狭間の地の光景は横から描き、天体は真上から描く、異なる角度の描写が混ざっているものなんじゃないかな。これ、どう思う？無理があるかな？いや、単独だと、バカバカしいと切り捨てる妄想ではあるけど、先に積み上げてきた話を含めて考えると、もしかするかもしれないわね。でもさ、平面説に関して一つ質問してもいい？どうしたの？硫酸境界から落葉が見えるのはどう説明するの？そもそも世界が平面だった場合、水平線ってああ見えるの？さっき、平面説というのは半球状の世界のことも含めるとか言っていたからそっちで決まりってこと？そこに気がついたのか。でも、ノーコメント。肯定も否定もしません。聞こえません。いくら痛いところを突かれたからって大人げないわよ。その質問は、視聴者さんたちの世界と同じような落葉の光景が、平面世界であり得るのか、という質問なんだよ。まあ、そうね。それの何が悪いのよ。率直に言うと、平面でも見える、という主張自体は、現代でも元気に存在はしているよ。実は、この平面説に関してはやろうと思えば、とある側面から結構長々と話せるんだけど、積極的に理屈を説明したくない事情があるんだ。正直、現在進行形で、平面説に関して触れない方が良いかも、という葛藤はむちゃくちゃあるし、狭間の地は平面世界に違いない、というつもりもないよ。随分と思わせぶりだけど、どういうこと？ガリレオが自動説を唱えて、宗教的な観点から弾圧されたわけだけど、実は、今現在だからこその社会的にデリケートな部分もあって、このネタを果たしてフロムが気軽に使うのか、という懸念はあるんだよね。なるほど。なんとなく事情の方向性は察したわ。私からは、もう何も言わない。落葉のこととか知らない。まあ、狭間の地には隕石や流星が落ちまくっているし、開発期間のことも含めて考えると、例のムーブメントとは無関係だと思う。いや、そう信じたい。宮崎さんが、純粋かつのんきに面白がって採用した可能性もありそうだけど、コメントに困るわ。さっさと次の話題に行きましょう。そうだね。平面説の話はしたけど、どちらの世界に関しても、当チャンネルは平面説を肯定も否定もしません。私は無知な犬です。私も無知な犬です。さて、それじゃあ、話を聞きながら気になっていた人もいると思うけど、月とはどういう存在なのかを考えてみようか。そうね。謎の光源に関しては、カーリアの魔術教授が観測しているっぽかったり、カーリアの上官に、月見城と名付けられた水鏡があることを考えると、あの光源というのはやっぱり、月なんじゃないかしら。光源の昼の姿が太陽であり、夜の姿が月である、みたいな。ありそうだね。昼と夜では、どちらも光源が頭上を行き交っているわけだけど、世界の明るさには確かな違いがある。同じ天体だとしても、昼夜で状態の切り替わりは感じられるよね。でも、そうなってくると、例の巨大で動かない月が何者なんだ、というのが、厄介な問題になってくるわね。月光の祭壇からだと2つになるし。そうだね。月が動かないということ自体は、夜空や月のほと割りが黄金密に縛られたことによる影響だろうとは、テキストから想像はつくけれど、あの光源の位置を無視した陰影は悩ましい問題だね。光源の位置を無視。さてはそれも今回判明した無茶苦茶な光源の法則が原因なんじゃない？主人公が立っている位置にとっての光源と、月の位置にとっての光源は別物なら説明がつくんじゃない？ファルムアズラにとって光源は常に東にあるように、月にとって光源は常に決まった向きにあるってことじゃない？いい発想だと思うよ。ただ、夕方に隔絶された真珠島に行くと、ファルムアズラへ普通に西日が当たっているんだよ。私の完璧な推理が。ちなみに徒歩移動で、異なる光源のパターンへ移動するとどうなるかを実験してみたら、こういう感じ。カーリアの上官はパターン A で、リエーニエコ周辺はパターン B に分類しているんだけど、主人公の移動に合わせて光源が高速移動して、切り替わっている様子が影の動きから感じられるね。あれ？すごい映像といえば、すごい映像だけど、なんとなくゲームをやっていると、こういう光景は何度か見たことがある気がするわね。そうだね。他の場所でも試したけど、そこまで条件が厳しいわけじゃないから、意図せず目撃する機会は結構あると思うよ。ちなみに、細かく境界を往復していると切り替わらなくなったり、野外フィールドの境界では切り替わりが起こらないケースがあったり、まだ謎は多いよ。
この普通に遊んでいても遭遇する影の高速移動に関して、ぼんやりとゲームの読み込みとか処理的な問題だとしか思っていなかったけど、光源パターンに着目した今となっては、全然受け止め方が違ってきたね。パルムアズラの件もそうだけど、主人公の立ち位置に合わせて実際に光源がバタバタと移動しているというわけか。なんかすごい世界ね。いろんな想像が膨らむわ。でも光源の位置が主人公の立ち位置に依存しているとしたら、結局月の陰影はどういうことになるのかしら。そもそも動き回る奇妙な光源が太陽や月といった天体なのかどうかを疑うべきかもしれないね。例えば星が縛られている中、太陽だけが例外的に動いているわけでもなく、普通に停止しているとすれば、月の陰影が停止していても当然なわけだしね。それだとその本来の太陽の光と影が狭間の地にも影響しないとおかしいような、あの月は陰影すらも縛られていると考えるのが一番単純明快かもしれないわね。確かに無駄に考えすぎているかもしれないね。 DLC のトレーラーを見るに影の力でも同じように見えるみたいだけど、何かわかるといいね。単純に考えて影の地は狭間の地と大きく変わらない位置にあるということかしら。でも月光の祭壇からだと見た目に変化があるわけだから、例の運行する光源とは似たような性質を感じられるかもしれないわね。立ち位置によって観測できる月の姿がバラバラだというなら、ラニ様とレナラ様が異なる月に出会ったというのも受け止め方が違ってくるんじゃない？そうだね。この世界構造の考察で難しいのが、作中で見られる構造が過去ずっと同じなのかもわからないというところだと思うんだよね。それこそ立ち位置によって光源が変化するなんていう無茶苦茶な仕組みは、マリカ様がエルデンリングを砕いた影響なんていうこともありそうじゃない？仮にそうだとしたら、ラニ様とレナラ様の月の違いに関する今の推察は時系列的に成り立たなくなるね。言われてみれば、そういう世界構造の変化を考えると、もともとは別だった太陽と月が、ラダゴンが月の断りを取り込んだ結果、月みたいな性質を取り込んだ現在の変な太陽になったなんていう想像もできるかもしれないわね。レニ、ヒゲじいさんが大事そうに腕に抱えているのは木らしきものが描かれた石板であって、例の円盤世界の石板は足元に置いてしまっているね。世界構造の変化があったという可能性を考えると、円盤の平面世界だったのは過ぎ去った過去の話であって、今は違うみたいな感じ。木といえば黄金樹だけど。わからない。世界構造にしろ太陽や月にしろ、より本格的に切り込むには情報が足りないんだ。そういうことでここにおしみのすすめを宣言します。大丈夫？何言ってんの？本当はこういうちまちまとした調査というのは結構楽しくて好きだから、自分で徹底的に調べ上げた上で、その結果から導き出される結論まで一気に発表したかった部分もあるといえばある。でもとにかく時間がかかるし、動画化したい考察ネタがとんでもなく山積みになっている状態で、 DLC 発売までの残り時間も限られているから、ここから先は物は試しに視聴者さんにぶん投げてみようと考えた次第です。確かに具体的な推察や妄想を進めるには、運行のパターンがどれだけあって、どことどこの運行が同じパターンなのかという情報サンプルがまだまだ必要かもね。それに集めたデータから何が考えられるかという分析も、物理学や天文学とかの知識が必要になってくるかもしれないし、一人で黙々と考えるよりも、もし可能なら広く視聴者さんを巻き込んで、この狭間の地の真相に臨めたらいいなと思ったんだよね。どれだけ調べたところで、単に狭間の地はむちゃくちゃだったという結論しかない可能性も高いのかもしれない。でも別に協力とか書き込みはしてくれなくても、単純に面白そうだと思う人にはおすすめしたいんだよね。それは分かったけど、具体的にどうやるの？じゃあ参考として僕の星2の手順を説明します。まず準備として、1時間で動画のキャプチャが終わる設定にしてください。 DS なら簡単だと思います。次に調査をしたい場所の最寄りの祝福に向かってください。次に祝福で朝を選んで時計を回転させ、針が止まった瞬間に動画のキャプチャをスタートしてください。次に調査したい位置まで可能な限り素早く向かってください。その場所は可能な限り遮蔽物が少なく、影が観察しやすい場所がおすすめです。カメラを真北に向け、スティックを手前いっぱいに引き、地面を見下ろす状態にしてください。そこから放置です。遊びに行っても寝てもいいです。ともかく1時間後に定点観測の動画が完成します。なるほど。その動画を早送りとかしながら情報をまとめるので、星見というより影見だけど。そうだね。リアルタイムのゲーム画面を眺めて確かめるのは単純に大変というのもあるし、影の変化というのは早送りを使いながらの方が気がつきやすいと思うよ。でもさ、たった1時間でいいの？狭間の地では1時間で1日が過ぎるんだ。言い換えると1秒で24秒、つまり24倍速だね。だから1時間の動画で丸1日の観測ができるんだよ。時間区分の昼前と昼過ぎ
の転換時刻を正午12時に設定し、狭間の地の時計を24時間表記すると、こういう感じね。へえ、なるほど。祝福で選べる。朝は4時で、昼は10時で、夜は18時か。でも、てっきり、昼が正午なのかと思っていたわ。お日様の絵も目立つし。僕もそう思っていたんだけど、祝福メニューの時間を潰すで選べる昼の時刻は昼前という区分で、そこから2時間もの間そうなんだ。昼前と明記されているのに正午に設定するのも変な話だから、時間区分に従うことにしたよ。なるほどね。でもそうか、朝の4時から動画の録画を開始すると決めておけば、動画の再生時間から狭間の地の時刻も簡単に計算ができるわけね。そうだね。その早見表がこれだよ。さっき説明した方法で録画した動画を早送りしながら観察して、影の動きに変化があったり、真北や真東など分かりやすい位置に光源が移動した際に、再生時間を確認し、早見表に照らし合わせて、狭間の地の時刻を割り出して、記録をしていく、という流れだね。でもさ、ここまでする必要あるの？いや、最初は僕も漠然と、朝は東側で、夕方は西側で、くらいの観察をしていたんだけど、調べれば調べるほど、情報が複雑なことが分かってきたから、明確に数字を使って比較検証することにしたんだ。その結果、いかに狭間の地がむちゃくちゃなのかが、明確になったから、やった甲斐があると思うよ。なるほどね。服装とかは何でも良いの？そうだね。基本は大差ないよ。あえて言うなら、ロジェールさんとか雪魔女の帽子みたいなつばの広いとんがり帽子は、頭上にも影ができるから、良いと思う。特に魔術教授の大帽子は、8方向の直線に加え、影の長さの指標になる同心円まで描かれていて、光源観測用に作られている印象すら受けるね。あとは、ひらひらと風に揺れるとかジェスチャーの、我が血に炎あれ、みたいに常に動きをつけると、影の存在自体は認識しやすいけど、ぴったりと動かない装備や姿勢の方が、影の細かい動きは観察しやすいと思う。影が見えにくい状況というのは結構あるから、適材適所じゃないかな。ふんふん。それじゃあ、星見をしていて困ることは？そうだね。実は、観察していると、ゲームの処理的な問題なのか、意味のある仕様なのか迷う現象がちょくちょくあるんだ。主人公と柱などの影の動きが明らかに違うとか、目視できる光源らしき位置と影の向きがずれているように見えるとか、聖樹の祈祷室の窓からは、外が真っ暗だろうが何だろうが、なぜか常に光が差し込んで、影を作っているだとか。そうなると、観察すべき対象が何の影なのかとか、カメラを固定せずに光源を目視で観察するのがいいのかとかは多少迷うところね。そうだね。一応、自分のやっている手順を説明したけど、全般的に個々の判断でアレンジしつつ観察してもらいたいんだよね。画角にしろ、記録の表記にしろ、ブラッシュアップの余地は多いと思うから。地面なんか見るより、あの日時計みたいな装置を使った方が面白いと思うんだけど、それはどうなの？一応、少しだけやってみたけど、向いている方角が半端で分かりにくいし、光源の位置によっては、真っ暗になって使い物にならない時間が長かったり、いまいち使いにくいんだよね。そうは言っても、あれを使って観測をしていた先人がいるんだから、いろいろと試してみることで、正しい使い方が分かってくるかもしれないじゃないの。それもそうだね。何か分かればと調べてみたら、あれは紀元前4世紀頃にバビロニアのベロッソスという人が発明した日時計の一種で、古代ギリシャやローマで多く使われ、繁栄を意味するラテン語、ケニシクリウムと呼ばれるみたいだね。使い方としては、真ん中の影を作る支柱を北極星、つまり、真北に向けて使うものなんだ。方角が決まっているの？じゃあ、狭間の地のは、大概が使い方が間違っているってこと？いや、そうじゃなくて、あの装置の向きこそがそれぞれの場所にとっての真北だったりするのかしら？なんか困難してきたわ。確かに悩ましい問題だね。ただ、月光の祭壇の装置は北極星の向き、真北を向いていて、その向きには、この場所でだけ見ることができる、北の月が輝いている。この事実への受け止め方も変わってくるし、想像が膨らむよね。北極星といえば、ブラックレザーシールドは、霊気と結びつけられていたけど、あの北の月はやっぱりラニ様の冷たい月なのかしら？ただ実は、狭間の地の装置と日時計には大きな違いがあって、それが支柱から伸びる線の数なんだよ。180度を15度ずつ12分割するというのがベロッソスの日時計なんだけど、狭間の地の装置は180度を18度ずつ10分割しているんだ。それってもしかして狭間の地では1日を20時間で計算しているってことになったりする？いや、基本的にならないと思う。そもそも平気で長時間停止したりする狭間の地の光源は運行がむちゃくちゃすぎて、あの装置を時計として利用するのは不可能じゃないかな。実際に1メモリにかかる時間を計測してみたけど、
計算が正しければ全くデタラメな数字だったよ。いろいろやってんのね。でもあの装置で観測するなら1メモリが18度というのは頭に入れておいた方が良さそうね。加えて言うと、あの天体らしき丸が並んで描かれている点も知る限り日時計には見られない特徴だから、あそこも想像の余地がありそうだね。それじゃあ最後に光源の運行パターンを一つずつ簡単に紹介していこう。まずは各地で観測した印象として、最も広範囲で見られる最も標準的っぽいパターンに、簡単に言うと、日中に北東から南西へまっすぐ頭上を通って移動して、夜間にその逆、南西から北東へ頭上を通って直線的に往復する感じだね。ふむふむ、結構シンプルじゃない。感覚がおかしくなっているかもしれないけど。そうだね。補足しておくと、南西方向に遮蔽物が見当たらなくても大概の場所では、夕方から徐々に暗くなっていって、影の存在が視認できなくなるんだ。とりあえずは、24時間観測可能な真珠島からの観測結果を採用しているよ。どの真珠島よりも高いと思われる巨人の火の釜でも影は見えなくなるので、とにかく高ければ光が当たり続けるというわけでもなさそうだね。ただ巨人の火の釜は南西方向に最大の遮蔽物である黄金樹が位置するから、その影響かもしれないね。そもそも全体が暗くなっていって、そこにある影が徐々に見えなくなってくるって、改めて冷静に考えるとそんなもんだっけ。夕方って山とか建物の影に自分の影が飲み込まれて見えなくなるけど、遮蔽物のない海沿いだとそんな感じなのかしら。どうだろうね。正直よくわからないから、詳しい人がいたらコメントで教えてもらえたらありがたいね。狭間の地は霧に覆われているという設定があるから、もしかしたら濃い霧により遮られ徐々に光が届かなくなっていっているとかいう想像もできるかもしれないね。単にゲームの処理的な問題かもしれないけど、考え出すとややこしい問題だね。そっか、確かに今私たちってめちゃくちゃ野暮なイチャモンをつけているのかもしれないわけね。それじゃあここらで次のパターンに行きましょう。パターン A の次に該当箇所が多いのがパターン B。 基本的に野外フィールドは A か B かの2種類だと思う。ただこの B がとんでもなく複雑なんだ。まずアギール湖周辺や呼び水の村、硫酸境界、リエーニエ湖周辺が該当箇所で、具体的な範囲までは不明。水場が多いから水面で光源の位置が確認しやすい地域でもあるね。ややこしいのが、このパターン B には少なくとも 4,5 種類のランダムのパターンが内在されていると思う。パターン B の中だけでさらに数種類あるの？共通点として、昼間はパターン8と似たような普通の動きで、南西の水平線に日が沈んでいく様子が見られるのが特徴だね。その後に一度行方不明になって、改めて再出現してからの動きにバリエーションがあるんだ。なるほど、24時間の継続観測ができないのね。現時点では、できる場所は見つけられていないよ。最も多い印象の B 値では、19時36分頃に南南東から再出現して、ゆっくりと北東へ向かい朝を迎える。ただ、それ以外のバリエーションだと、南南東下太陽の沈んだ南西から再出現して、15秒程度の高速移動を一晩のうちに1、2度行いつつ、空をうろうろした後に、最終的には北東へ向かい朝を迎えるという流れだね。バリエーションに関しては、ランダムだと思うと言ったけど、実際のところはよくわからない。ローテーションだとか、何か条件があるのかもしれないしね。今回は20倍速動画を見まくっているから感覚がおかしくなるけど、実際のゲーム画面でも早回しみたいなスピードで光源が動くのね。ここから紹介する残りのパターンは城などのダンジョン固有のパターンになるよ。まずはパターン C のストームビル城。鷹とかがたくさんいる塔の上だと24時間光が当たっているよ。結構特徴的で、8時半に北北東にたどり着いたら、そこから頭上を通過して南南西へ向かう。そこから南南東へ向かうんだけど、なんとこの位置で19時30分から7時間30分もの間停止。深夜の3時から動き始めて、東側に膨らんで北北東へと向かうという流れだね。沈むわけでもなく、随分と長い時間停止するのね。次の D パターンが王を待つ礼拝堂。ここでは光源のなんとなくの位置が視認しやすいのが特徴だね。24時間光源があり続けるよ。ここでも19時30分から3時までの7時間30分停止するけど、ストームビルとは違い東なのが特徴だね。地理的にもストームビル城に近いけど、7時間30分停止するという最大の特徴が似ているのは興味深いわね。次のパターン E がレアルカリア魔術学院。鐘楼の上ではほぼ24時間光が差し続ける。東方向に高い遮蔽物がいくつかあるから、そのせいなのか光源が東に向かった際に数秒間だけ影が視認できなくなるけどね。その後は東でやはり19時30分から3時までの7時間30分停止する。停止時間がストームビル城とかと同じなのか、何か意味があるのかしら。次のパターン F は東アルターの真珠塔を含むローデイルの城壁内。朝の4時半に南東から12時間かけて北向きにぐるりと大きく回って南西へ向かう。
南西の到達時刻はパターン A と同じだけど、そこから即折り返して東へ移動開始し、たった3時間で真東に到達。そこから朝まであまり大きく動かない。とはいえ、全く動かないわけでもなく、影が少しだけ縮んだり、少しだけ動いて、また折り返したり、コソコソしている感じだね。あら、ここでも19時30分から3時までの7時間30分はずっと真東にいるので、影の伸び縮みはあって停止とは書かれていないけど、自分で言うのもなんだけど、場所によって観察のしやすさに差もあるし、早送りしながらの確認だから、影の細かい伸び縮みとかは見逃している可能性があるかも。ただ、この7時間30分の謎は興味深いね。こうなってくると、ストームビューだけ停止位置が南南東なのも気になるわね。次のパターン G のファルムアズラはずっと真東に高原であり微動だにしない。むちゃくちゃシンプルだよ。ファルムアズラって、便宜上地図では東の位置に書かれているだけで、実は太陽について回っていたりする？いや、隔絶された真珠塔の頂上から、地図通りの位置に見ることができるから、一応固定位置のはずだよ。巨人の火の釜だとか、他の真珠塔からはなぜか何も見えないのは不思議だけど、ただの処理的な問題なのか、世界観的な意味があるのか、判断に迷うところね。パターン H が、ミケラの聖樹、半時計回りにぐるっと回る丸っこい軌道で、停止とか急展開がなく、正統派な運行なだけに、逆に異質だね。朝日が見れるミケラの聖樹か、意味深な場所ではあるわね。余談だけど、聖樹における高原に関しては、それこそ意味深な点がいくつかあるんだ。祝福、エブレフェルの内壁、金や気筒室などの窓から常に光が差し込んでいるんだけど、これは完全に外の光源の位置を無視しているんだ。外から見る窓が真っ暗でも、内側では常に光が差し続けているんだよ。窓の内側と外側が別空間みたいな感じ？意味不明ね。そういや、ミケラが宿った方のガランドウの幹の内側にも常に光が差しているわよね。あの光も一応24時間定点観測してみたけど、微動だにしなかったよ。探索していると、動きがあるように見える局面があるんだけど、よくわからないね。あとは、具体的な光源は見えそうで見えないけど、やたらと中が輝いている入れない部屋も気になるわね。影を作るろうそくがあるのも珍しいよね。何か意味があるのか、どうだろうね。それに、真北方向を向いて、黄金の巨大な灰が置かれているのも、今となっては気になるポイントかもね。真北方向か、日時計を2つひっつけると、ちょうどこういう形状になるし、そう考えると妄想の余地がありそうね。とりあえず、現時点で発見できている運行パターンは以上です。一人でやっているので、いくつかのケアレスミスも、根本的な勘違いもあるとは思いますが、その点に関しては、ご指摘及びご容赦いただけると幸いです。次の考察動画の作業にさっさと移りたいので、もうこの辺りで締めます。待って、その前に、チャンネル登録者数が1000人に到達しました。皆様、どうもありがとうございます。そうだね。広い YouTube 業界の中では、ありふれた数字かもしれませんが、冷静に考えると信じがたい無茶苦茶な数字だと思っています。ただただ、自身の遊びとしての考察や分析を皆様に報告をする、という、自分の楽しさを軸にしたチャンネルで、何の計画性もなく好き勝手やってきましたが、今後も引き続き変わらぬ調子でやっていくつもりです。視聴者の皆様も気が向く限り、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。次回こそは、コミュニティ投稿で散々話していたラダーンとかの話よね。そうだね。本当に自分のテンション任せでやっているから、今回みたいな全然違う話題の動画を途中で作り始めてしまったけど、できるだけ早くお届けできるように頑張ります。今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またね。